はい、こんにちは。猫ゆうなです。今日は新しいリブバージョン2.0とバーチャルモーションキャプチャーを組み合わせた、アバター録画する方法について紹介したいと思います。今までも古い動画で上げていたのですが、新しいバージョンに対応したものの動画になります。内容です。まず何ができるようになるのかを簡単に紹介して、次にセットアップに行く前に仕組みを簡単に紹介したいと思います。最初に必要なセットアップ手順を示してから普段使う方法について、そして最後に私が把握している不具合情報について共有したいと思います。まずできるようになることはこちらになります。このように左がリブで右がバーチャルモーションキャプチャーになっています。バーチャルモーションキャプチャーの方でカメラをアングルを動かしていますが、そうするとリブに直接反映されるというものになります。今まで大変だったカメラアングルの作成が非常に簡単にできることが分かっていただけるかと思います。では、セットアップに行く前に全体の構成図について簡単に紹介させてください。中身の仕組みを知ることで自分がどこまで作業しているか、トラブルシューティングの時とかにも役に立つと思います。まずできるようになることは、先ほど言ったようにバーチャルモーションキャプチャーで作ったカメラアングルが右のリブに直接反映されるというものです。内部的な仕組みはバーチャルモーションキャプチャーから VMT と呼ばれる機能、バーチャルモーショントラッカーに位置情報が送られます。もう一つ、リブの方でもリブスチーム VR トラッカーというのがありまして、これがこちらの VMT の位置情報を取得する。その結果、リブ側でも位置情報に基づいて同じカメラアングルが作られるというわけです。この VMT というバーチャルモーショントラッカーは最新のバーモキャで搭載されていますので、バーチャルモーションキャプチャーのバージョンアップをしておきましょう。また新機能になりますので、別途インストール手順が必要になります。それではバーチャルモーションキャプチャーの設定の方からしていきましょう。やっていく内容は、ウェブカメラの導入。もうすでに終わっている方もいるかもしれませんね。2番目に VMT ドライバー。今回最新の機能の VMT ドライバーのインストール。エクサーナルカメラ .cfg は1回だけ出力する必要があります。もし FOV を変えた場合、バーチャルモーションキャプチャーの中で FOV を変えた場合は、その度にこのファイルを出力してあげる必要があります。最後に少し打足ですが、背景画像を黒巻き用に設定します。では、バーチャルモーションキャプチャーの設定画面です。いつも通りコントロールパネルがあると思います。内容はセッティングの中、詳細設定から行っていきます。まず、ウェブカメラの導入です。バーチャルウェブカメラをこのボタンからインストールします。画面に従ってイエスイエス、はいはいとやってください。導入が完了したら次も同じ要領で VMT のインストールを行います。こちらもインストールボタンを押して画面に従ってください。インストール時にファイアウォールの許可をするかといった画面が出ることがあります。VMT は先ほどの概要図で書いたように通信を行っていますので、そのデータが流れるように許可をしてあげてください。作業の中で SteamVR が再起動されますので、そちらも画面の指示に従ってください。バーチャルモーションキャプチャーがもう一回起動しましたら、最後にエクスポート
エクスターナルカメラ CFG4 リブを出力してください。これは適当な場所に保存してください。最後にクロマキーの設定として任意のグリーンバックやカスタムといった部分も使って色を変えてください。ちなみにあまり知られていないのですが、このカスタムですね。任意の色は右クリックをすることで任意の色を作ることができます。グリーンバックやブルーバックで対応しきれないモデルをお持ちの方は、このカスタムで色を適当に設定してください。これでバーチャルモーションキャプチャー側の設定は以上です。次にリブ側のセットアップをしていきたいと思います。1番目のリブスチーム VR ドライバーのインストールを行いますが、こちらはすでにリブをインストールされている方ならすでに終わっていると思います。メインはカメラプロファイルを新しく作るところです。先ほどバーチャルモーションキャプチャーで導入した VMT を選択したり、エクスターナルカメラを読み込んだりといった作業になります。それでは早速やっていきましょう。こちらはリブの画面になります。リブストリームドライバー、ストリーム VR ドライバーですね。ここにインストールする画面があります。すでに導入済みであれば、このようにインストールボタンがグレーアウトしていて、アンインストールボタンが有効な状態です。インストールはこちらも画面の指示に従って導入するだけです。次にカメラプロファイルの作成を行っていきます。カメラプロファイルの作成はランチコンポジターを押して、まずコンポジターを開くとこから始まります。するとこのようなダイアログが出てくるので、カメラのタブをクリックします。そして新規追加で、これですね、プラスマークのアドを追加することで新しいカメラプロファイルを作成することができます。カメラタブのタイプをビデオカメラにします。デバイスには先ほど導入した VMC カメラ、バーチャルウェブカメラですね。これが VMC カメラとして登録されているので、こちらを選択します。解像度については適当に1920とか1080のようなものを選択します。次にキャリブレーションタブに移動します。ここでトラッカーがノンになっていると思いますが、先ほど導入した VMT ドライバーを選択します。これによってカメラアングルが VMT から経由して伝えられるようになるというわけです。次にここに Details というボタンがあります。詳細ですね。これにチェックボックスを入れます。そうすると Import というボタンが出てきますので、これをクリックして From ファイルを選択します。ここで先ほど作ったエクスターナルカメラ CFG をロードします。このように成功と出れば OK です。そうするとポジションが全部0で、FOV だけが設定されたものになると思います。この状態が適切です。ここまでできたらほぼ完了です。リブのカメラプロファイルにはクロマキーの設定も含まれています。先ほどバーチャルモーションキャプチャーで設定したクロマキーと合わせてください。カラーは選択すると色を選ぶことができます。スレッショルド、敷値ですね。これはどれくらい緑に近かったら透過するかみたいなところなんですが、リブではこの設定が少々強いので、少し下げてあげると綺麗に色が抜けることが多いようです。ここは微調整しながら自分の設定を作っていってください。ここまで完了しましたら、プロファイルを保存して完了になります。プロファイルネームに
VMC と適当につけてセーブします。これでカメラプロファイルの作成は以上です。作成したカメラプロファイルを修正したい場合は、先ほどの横にあるエディット、編集ボタンを押すことで同じ画面を開くことができますので、設定を再確認したい場合などは、こちらを開いて、設定を変更した後にセーブしてください。これでリブのセットアップは以上となります。それではセットアップが完了しましたので、実際に普段の使い方について説明したいと思います。まず最初にやるべきことは、バーチャルモーションキャプチャーを起動してください。そして先ほどのバーチャルウェブカメラや VMT を有効にします。この点重要なのは、リブを起動する前にバーチャルモーションキャプチャーを起動していくことです。では実際にここからは画面を見ながらやっていきたいと思います。起動するとこのような画面になっていると思います。まず VRM を適当に読み込みます。その後にちょっと私の VRM モデル重いのでロード時間かかりますが、出てきたら、黒巻きのための設定をします。で、ここからですね、VMT と仮想カメラを有効にしていきますが、セッティング、詳細設定を開いて、VMT をイネーブル、有効にチェック入れます。仮想カメラの方もチェックを入れます。ちょっと私は次の作業の都合上リサイズをオンにしますが、ここは入れなくても OK です。解像度ですが、先ほどリブのカメラプロファイルで設定した解像度を選択して適用を押します。ここまで設定が終わりましたら、普段もっと使いやすくするために設定の保存を実行しましょう。バーチャルモーションキャプチャーは設定の保存をすることができます。リブ。このようにしておきますと、モデルをロードするところ、黒巻を設定するところ、VMT を有効にすること、このあたりの設定が全部保存された状態になりますので、次回以降はオープンセッティングを押して先ほどのファイルを読み込めば、もうすでにこの状態になります。とても便利なので、ぜひ使い方を覚えていただくといいと思います。これでバーチャルモーションキャプチャーの設定は終わったので、あとはキャリブレーションボタンを押して、いつも通りキャリブレーションしてください。それでは、バーチャルモーションキャプチャーの設定が終わったので、あとはリブを立ち上げてゲームを起動していきます。ランチコンポジターを押してください。そしてカメラプロファイルは先ほど作ったものですね。もうすでに選択されていると思いますが、使うカメラプロファイルを選択して、遊びたいゲームを選択。そしてシンク&ランチでゲームを起動していきます。今日はいつも馴染みがあるビートセーバーを使いますが、リブが対応している VR ゲームならば、基本的にはすべて同じ手順でできるはずです。今この状態でもうすでにビートセーバーが立ち上がっています。最後の手順としてカメラアングルを作っていきたいと思います。カメラタブを選択して今正面向いていますが、バックを押すとこのようにバーチャルモーションキャプチャーの画角がリブ側にも反映されます。最初に説明した通りです。カメラをフリーにして
オルトキーを押しながらマウスを動かすと、このように自由なカメラアングルを作ることができます。マウスホイールで拡大縮小できますし、マウスホイールクリックしながら上下左右動かすことでカメラの位置動かせます。ビートセーバーだとよく見る画角はこんな感じでしょうか。もちろんこれはゲームをやりながら変更することもできるので、リアルタイムにカメラをいじって魅力的な映像を作るといったことも可能になっています。これで普段の使い方については紹介は以上となります。最後に私が把握している機器の不具合について紹介します。左は今エレクトロノーツというゲームを起動しています。すでに、ビートセーバー先ほど見せたようにカメラ連携は完了しているのですが、このようにですね、カメラを動かしてもゲーム全体のカメラが変わらない。要するに連携ができていないことがたまに起きます。本来ならばね、すべて正常に動かないといけないんですけれども、おそらく不具合なのですが、リブ側がうまく VMT をフックできてないことがあります。このような事象に遭遇してしまった場合なのですが、カメラプロファイルを開いてですね、エディットを押します。この画面ですね。これでキャリブレーションタブのレイテンシをいじると治ることがあります。今ちょっと治ったっぽいですね。はい。今治りましたね。理由はわからないんですが、このレイテンシをガチャガチャと動かすことで治ることがあります。なお、レイテンシは別に0でもいいので、ここは適当な大きさにすればいいです。ただ、一度治ったと思ってもですね、今画面が戻ってしまったのわかるかと思います。これ多分ですね、また反映されない状態になってしまってるんですよね。もうこれちょっと不具合なので、なんでこんなことになるのかっていう感じですが、これで治る場合もあるということです。ただ、セーブした時に戻っちゃう場合もあるので、これがうまくいかないこともあります。もう一つ私が発見している、直し方というか、連携を再開させる方法として、この Begin Calibration をクリックして、キャンセルして戻ると治るというのがあります。ただ、こちらも治らないことがあるんですよね。なので、何回か繰り返して、問題がなくなって、維持がされれば、この状態を維持してほしいんですけどね。例えば、セーブじゃなくてキャンセルを今私試したんですけども、キャンセルしたら、なんか画面なんとなく合ってますね。なので、このまま、キャンセルであえて抜けてみたいと思います。キープされますね。なので、この状態でカメラアングル動かしますと、完璧に一致しているように見えます。というわけで、このようにですね、正しくセットアップしている状態でも、うまくリブ側が VMT の情報をキャッチしてくれないことがあります。で、この確率はゲームによってもどうも違うようです。ビートセーバーですと、大体うまくいきますが、ビートセーバーでうまくいかないこともあります。私が把握しているこのエレクトロノーツについては、100発100中でこの事象が再現するので、毎回このワークアラウンド、回避方法を適用してゲームを始めています。皆様もこのような不具合遭遇しましたら、まずリブの公式ディスコードとかを確認して、状況がどうなのかっていうのを確認してみるといいと思います。これにて、新しいリブバージョン 2.0 とバーチャルモーションキャプチャーを使ったアバター録画の方法についての紹介は以上となります。今までエクスターナルカメラ .cfg を何回も出力して入力、インポートするというのを繰り返していたのですが、この機能によって劇的にカメラアングルの作成が簡単になりました。
ぜひ、今までめんどくさいなと思って離れていた方も、リブを使って VR ゲームの録画試してみてはいかがでしょうか。この動画は以上になります。ご清聴ありがとうございました。